こんにちは。言語の幻想です。人間の体は頭、首、胸、腹、背、手足といった名前で呼ばれる多くの部分からなっている。さらにはまた頭には顔があり、顔には目、鼻、口、頬、額といった部分が含まれている。このように見てくると人間の体はちょうど1台の自動車がそれぞれ固有の名称と一定の形状、材質を持った2万にも及ぶ部品から成り立っているのとよく似ている。しかしよく考えてみるとこの相似性も実は必要なもので、人間の体全部と手足、目鼻といった部分の関係は自動車とその部品の関係と非常に違っているのである。言葉で言うときは確かに人体はこれこれの部分からできていると言ってその労を厭わなければ身体部分名称の長大なリストを読み上げることができよう。これだけではまさに自動車は次の通りの部品からできていると言ってタイヤやハンドルに始まる部品を列挙するのと同じに聞こえる。それならば両者の相違はどこにあるのかといえば、自動車の場合には言葉名称閉じるで指示される対象も離散的であるのに、人体の場合には対象は連続的だという点にある。実際自動車の部品はそれがどんなに細かいものであっても一個の部品として独立性を保っていて、全体の中に組み込まれた時も周囲の他の部品との境界面の区別が不明確になってしまうようなことは決してありえない。この場合、名称と対象は完全に1対1の対応を示しており、タイヤという名称がハンドルという言葉とはっきり区別できるのと同程度に、実物のタイヤは現実のハンドルと明瞭に区別できる。ところが人体の各部分は、名称の方は互いに区別できる独立した存在であるが、それによって示される対象の領域には必ずしも明瞭な限界区分が見られない。額、頬、こめかみ、顎など一体どこからどこまでが誰にもよくはわからない。胸や腹、背や肩にしても大体の範囲でしかない。比較的区切りがはっきりしているように思われる目、鼻、口、手や指などの場合でも、それ以外の領域へと結局は全時連続的に移行していく。こんなことは今更言い立てるほどのことではない。しかし大事なことは、平素私たちが言語を使ってものを考えたり行動したりするときは、自動車に車輪が4つあるのというのと全く同じ気持ちで、馬には足が4本あり、人間には2本だという具合に思っている点である。このように人間の言語は本当は連続的である対象世界をいかにも明瞭に区切られているかのように私たちに提示する力を持っている。身体の部分の名称を例に出したついでに、限界が明らかでない対象の領域が言語と違うと、時々想像もつかないような面白い食い違いが現れてくるもう一つの実例を挙げよう。日本語で唇といえば、口の外側の輪状に見える通例赤みを帯びた部分を指すことは子供でも知っている。さて、この唇を英語では何と言うかなと思って辞書を見ると、リップと書いてある。このように唇すなわちリップという知識を持ってゴールズワージーの有名なリンゴの木という短編小説を読んでいくと不思議なことにぶつかってしまう。登場人物の一人が唇にひげの生えた男と書いてあるのだ。こんな化け物みたいな男がいるはずはないが、ベアディドリップを文字通り訳せばどうしてもそうなってしまう。実は唇とリップはそれぞれが指示する対象の範囲が違い、リップの方は鼻と唇の間の部分も含めることができる言葉なのである。このような例から言えることは、唇のような一見自明の明白な身体部位でさえ、日本語とか英語といった特定の言語のそれぞれの名称を離れては存在し得ないということである。言い換えると、唇という日本語が日本人にとって唇である部位を他の部分から区別されたものとして浮き出させるのであって、唇という身体部位が初めから人間ならば誰にでも存在していて、たまたま日本人がそこを唇と呼ぶのではないのである。
事物や対象がまず先に存在していて、それを人間が言葉で命名していくのではないという点を、今後は身近な動詞を例にしてもう少し掘り下げてみることにしたい。私たち人間は誰でも毎日飲んだり食べたりしている。この点に関しては日本人もイギリス人も大した違いがあるはずがない。ところが、飲むとか食べるとかいった言葉が一体どのような行為を表しているのかということになると、問題は思ったほど簡単ではなくなってしまう。そもそも私たち日本人はどのような場合に飲むという動詞を使うのだろうか。まず、飲むと使うことができる対象は何かといえば、水や酒のような液体が第一に挙げられよう。次に、ビタミンの錠剤を飲んだり、梅干しの種を間違って飲んだりできることから見て、飲むは個体にも使えることがわかる。また、タバコを飲むという言い方からすると、気体も飲めるものの部類に入ることになる。ここで英語の drink とちょっと比較してみよう。日本語の飲むと英語の drink の決定的な相違は、drink の方は液体にしか用いることができない点である。固体や気体は絶対に drink できない。その上、液体ならばどんなものでも対象になるかといえば、そんな単純なことではないのである。水薬は液体であるのに、ドリンクするものではなく、take を使う。アメリカでは、ライターオイルとか金属の錆び取り液など、家庭で用いる毒性を持った液体の容器には、すべて、飲めば命に関わる、閉じる、旨の表示をすることになっているが、これが fatal if swallowed であって、drink は使わないのである。このようにして明らかになったことは、英語の drink は対象の性質に関する制限が非常に厳しく、液体の中でも我々がそれを飲めば、体に吸収されて広い意味で体を養い、保持する働きをするものだけに限って用いられることがわかる。これに対し、日本語の飲む、閉じるは対象の性質、様態には全く無頓着、体のためになるかならないかも無関係で、とにかく歯を使わないで何かを口から喉の奥に通すことだけを条件としていることがわかる。この比較でも明らかになったと思うが、初めから日本人とアメリカ人の両方に共通な客観的に同一のある種の行為が存在していて、それに対し日本人は飲むという名称を与え、アメリカ人が drink というと考えることはできないのである。それにもかかわらず、我々は互いに異なる言語を用いる人々の間で、違うのは名称だけであって、体験される行為は同じものだと思うことが多い。これは言語の作り出す幻想の一つに数えることができよう。以上です。